ある日、知人と一緒に飲み会をしていました。お酒も入っているので、たわいもない話をしているとき、セキセイインコを飼っている話をしました。すると、知人が、ペットは動物虐待じゃないのか。人間のエゴだ。と、ペットを否定し始めたのです。もちろん、反論しましたが、そもそも考え方が違うので、お互い意見がすれ違いました。人それぞれ考え方があるので、答えが出なくてもいいのですが、何か違和感を感じたのです。ペットの起源ですが、古代エジプトでネズミ駆除のために猫を飼っていたようです。また、サルーキという犬が人に飼われていたと考えられています。日本では石器時代に犬を飼っていた遺跡が発見されています。この時は人間と動物が共存していた感じが強いです。17、18世紀になって愛玩動物が広まりました。この時に動物は人間のおもちゃという意識が強まり、自然を無視した品種改良が進み、人間のために絶滅した動物もいました。この頃に動物愛護、動物福祉を提唱した学者や団体がいましたが、その考えが広がったのは19世紀になってからでした。セキセイインコも人間のために品種改良がされて、今では6000種以上の品種に増えました。私はペット肯定派ですが、動物は人間のおもちゃという考え方は反対です。私の知人もこのペットは人間のおもちゃの意識が強く、ペットを否定していたのです。話が元に戻りますが、私が違和感を感じたこと、それはペットという言葉です。私はこの子たちを人間でいう3歳児と同じように暮らしています。この子たちにご飯を与えていますが、当たり前のことで、私と子供たちの間に上下関係はありません。ペットではなく家族なのです。欧州で提起された動物福祉という考え方で、その基本となる5つの自由というものがあります。飢えと渇きからの自由、痛み、負傷、病気からの自由、不快からの自由、恐怖や抑圧からの自由、本来の正常な行動が取れる自由。これらの5つの自由、当たり前のことです。人間の子供にこれらの自由を奪うと、児童虐待で犯罪です。けど、自由を奪っている飼い主さんが多いのは事実です。わざと自由を奪っているのではなくて、動物の知識が足りなくて、結果的に自由を奪っていることになっている。私もセキセイインコの知識がなくて飼い始めました。最初の頃の子供たちの自由を奪っていたかもしれません。でも、セキセイインコの勉強をして、子供たちと一緒に成長してきました。人間のお母さんも同じです。初めて子供を産んだ時、経験もなくわからないことばかり。けど、赤ちゃんのことを調べたり、人に聞いたりして、子供を育てていきます。そして、親の思いが子供に伝わり、共に成長して親子になり、家族になっていくのです。子育ては大変です。辛いこともあります。けど、子供たちはそれ以上の愛で返してくれます。だから、もっと知識を得て大切に育てていきます。ペットではなくて家族であり、親子だから。